これに並ぶの？すごい人。朝の御堂筋みたいやな。行くね。サワディカー、ご無沙汰してます。ニューヨーク在住、元富裕層向け旅行企画担当のすねこです。東京在住、元格安ツアー手配担当、うさこです。今回のプチ贅沢旅では、バンコクに行ったらぜひ体験したい夜のクルーズですが、どれにしたらいいのと迷っておられる方のために、王道のプリンセス号と優雅なマノラ号のクルーズ体験を比較しつつも最新情報をお知らせしたいと思います。最後まで見てね。ではマノラ号の方からご紹介したいと思います。マノラ号のクルーズは特別ラウンジが桟橋横にあります。欧米人に大変人気のようです。乗船を待つ間、ドリンクやカナッペが提供されます。そしてラウンジで虫除けまでいただきました。では乗船してみましょう。マノラ号は高いね。プリンセスの3倍。私やったらその分で1週間屋台で食べまくりたいな。それだとプチ贅沢旅になりません。そして今回はなんと移動で失敗しないように素晴らしいプランもご用意しております。ド派手なリムジンとかバナナ食べ放題とか。どうやったらそういう発想になるのか分からへんわ。いよいよ乗船が始まりました。この船、アンティークの米運搬船を改装した味わいのある木造船で、なかなかいいですね。若いお兄さんが案内してくれるやん。テンション上がるな。もしかして私ら可愛いから一番前の席ちゃう？それってキッチンから遠くて食事が冷めるやん。うさことすねこのプチ贅沢旅。はい、では活気にあふれておりますプリンセスクルーズ号の方を紹介していきたいと思います。とにかくこの船の特徴は大きくて人が多くて賑やかです。はい、船の中に入ってきました。隣シー国人家族とほぼ相席状態になっております。で、音楽が止まって食事の準備ができましたっていうアナウンスがあったと思ったら、もうみんなブワーっと家族連れなんかも分担してね、食料調達任務遂行って感じでございました。なんかうさこもいなくなってますね。それでさらにこの食事中なのに前でお姉さんがいろんな国の歌を歌うわけですね。でカラオケ状態になっちゃってて、もうただひたすら圧倒される感じでした。この船のコスパ最高。食事も悪ないで。私はちょっとね空いてきたところでのんびりとバッフェに並ぼうかななんて思ったんですけども、ここで事件です。はい、シーフードもう見事に終わっておりました。キッチン、私一人っ子だからこういうの苦手。うさことすねこのプチ贅沢旅。続きましてはアンティーク木造船のマノラクルーズをご紹介したいと思います。こちらの特徴はとにかく少人数制でございます。はい、こちらマノラ号は豪華なベンジャロン焼きの食器セット、そしてドリンクの横にそっと置かれているメニューを開けてみると、なんとフルコースメニューでございます。昨今は AI にお願いすると本当何でもやってくれますね。こういう日本語のメニューまで作って見せてくれます。素晴らしいです。はい、では映像こちらになります。アミューズ、見てください。これもういきなり本当アミューズって感じですね。で次のホタテのセビーチはこのマンゴーチリドレッシングと本当によく合ってました。でスープは最初にこういう姿で出てきて、スープどこやと思ったらパッとこう注いでいただいてこういう感じになります。でもとにかく絶品だったのはこれでございます。エビ、そしてこのサーロインも意外柔らかくて美味しかったですね。でデザートのマンゴーともち米、見てください、この金粉。そして最後の最後に本当に出てきたこのお菓子もなかなか美味しかったですよ。うさことすねこのプチ贅沢旅。はい、こちら
シャプリンセスに戻ってまいりました。音量がすごくてね、もう耐えらずにデッキに避難してまいりましたけども、でここに来て初めて気がついたんですけど、夜景重視だったら下の席じゃなくて絶対に上のデッキの席にするべきだったなと思いました。王宮が見えてきました。バットアルも見えてますね。綺麗ですね。こういう時ぐらいちょっと静かにしてほしいなと思うぐらい、アジア系の人って喋る声が大きいんですよね。きっと私も大きいんだと思うんですけれども、なんで賑やかで楽しいやん。行き交う船から聞こえてくる声もすっごくうるさいんですよね。なんなんでしょうねこれ。賑やかっちゃ賑やかなんですけどね。見てください、この欧米人たちこんなに静かなの。楽しかったクルーズもいよいよ終盤になって、アイコンサイアムが見えてきました。そろそろ下船ちゃう？きっと下船もすっごい人やねやろね。戦いが始まるぞ。うさことすねこのプチ贅沢旅。マノラ号の方に戻ってまいりました。ディナーがちょうど終わったタイミングでですね、アナウンスがありまして、間もなくワットアルン王宮の方に近づいてまいりますということで、皆さんね前に出て記念撮影をしたりしてるんですよね。メニューのなんと横にマップがありまして、このマップを日本語に翻訳したものがこちらなんですけどね、本当 AI すごいですよね。そしてですね、なんとこの日はですね、特別な日だったようで、普段は黄金色なんですけれども、ワットアルンがこのようなピンク、紫、ちょっとだけブルーかな、下の方という幻想的な色になっておりました。王宮が見えてまいりました。ただね、ちょっとデッキの上なんで風がピューピュー吹いてて、やはり寒いんですね。だからジャケットは必ず持ってきた方がいいと思います。ラーマ発生橋も綺麗ですね。やはりね、どちらのクルーズに乗っても目を見張るのがこのアイコンサイアム。とにかく賑やかです。今回ここで降りなくていいんでちょっとほっとしてます。うさことすねこのプチ贅沢旅。はい、プリンセス号のクルーズ終わりまして、たくさんの人に揉まれながらようやくこのアイコンサイアムに戻ってまいりましたけれども、この通りすごい人だったので、高級ブティックから2階にとりあえず避難しました。はい、それでここまで来る方法なんですけど、スクンビットあたりからだとやっぱりどうしても1時間かかって、この3通りボート、電車、タクシーってあるんですけども、一応タクシーが一番早かったようなんですけども、どうかな。でチケット引き換え所は1階の奥にあるのでちょっと分かりにくいんですね。だから早めに来られることをお勧めします。で1階の屋台があるところに来たんですけど、まだすごい人です。出口どこ？あっちちゃん。出口まで行ったんですけど身動きできません。見てください、配車サービスの列もね、車ももうこんな感じ、大渋滞。ここで待ってたら明日になるわ。足だるい。タケコプター欲しい。分かったよ、さこちゃん。ペレンペンペンタケコプターなわけないやろ。というわけでですね、最寄りのホテルまでちょっと歩いて車を呼ぶことにします。はい、ホテルに着きました。タクシー呼んでもらって値段交渉できたので宿泊しているホテルに戻ります。なんかタクシー運転手がね、ちょっと嫌な感じなんですよね。舌打ちしてますよ。予想的中。もうちょっと金くれないと行きたくないって言い出しましたよ。めっちゃ怖かったな。財布出せとか言うし、最後。もうね、どんなにカジュアルな洋服着ててもね、日本人はね、お金持ってるって思われるんですよね。皆さん、タイではグラブ使いましょう。うさことすねこのプチ贅沢旅。はい、マノラ号に戻ってまいりました。実は今回の一番の贅沢は移動にあります。プリンセス号から降りた後、困ったじゃないですか、この前。そうそう、プリンセス号の時はタケコプターって叫んだわ。だから今回は下船したその
なんたらリバーサイドバンコクリゾートにそのまま宿泊いたします。船を降りてあっという間に部屋のベッドに行けるなんて、どこでもドアみたいやん。実はね、この日インド人のウェディングが入ってて、このホテルも結構賑やかだったんですけどね、でもね、部屋の中に入っていったらもう全然音が聞こえなかったです。ちなみにお部屋こんな感じになります。移動のタクシー代も節約できたし、ストレスフリーだったわ。ホテル代全然安くないけどな。うさことすねこのプチ贅沢旅。ではここで最近特に注目されているクルーズをちらっとご紹介したいと思います。私の推しはサフロンクルーズ、バンヤンツリーバンコクが運営しており、クオリティが非常に高く、ただの食事じゃなくて体験を売りにしています。5つ星ホテル、クオリティやな。次も絶対これ行きたいから予約しとくわ。全然安くないけどな。私の推しは24年にできたオプスカクルーズ。真っ白でピカピカな船体、綺麗やし、船内で写真を撮るならここが一番映える。私そもそもこういうバッフェスタイルが苦手かも。こういうのに慣れてないからな。伝統と格式ならサフロン、新しさとトレンドならオプスカ、どっちも大人女子にはぴったりやね。やっぱり少人数で行くならサフロンかな。ええんちゃう。うさことすねこのプチ贅沢旅。はい、今回のクルーズ比較いかがだったでしょうか。一応ね、表にまとめてみましたけど、皆さんの興味のあるクルーズについてまたコメント欄で教えてください。やはり優雅に浸りたいならマノラ号一択ですよね。そしてホテル直結でストレスフリーに移動できます。賑やかさが好きで体力があるならプリンセス号。プリンセスはね、団体向けだよね。すねこの浪費にはヒヤヒヤするけど、今回ちょっと間が空いちゃったんですけども、実は次回はマチュピチュです。私は飛行機エコノミーでいいわ。燃油サーチャージも値上がりしてるし。次はファーストクラスで旅行したいと思ってるのに。なんで？いい、遠慮しとく。贅沢すぎる。ほんま？ほんまでっか？そうでっか？サワディッカ？ Thank you for watching everyone. 最後まで見ていただいて本当にありがとうございます。